Nachos! Hi, Yahoo, Takebuchi Kei desu. Hey guys, this is Kei. You guys are probably watching this in February, but actually for me, this is the first video shoot of the year 2023. So happy new year. I know that it's a bit late, but thank you so much for supporting me through last year. The fact that you guys are always watching my videos and making comments and encouraging me to keep on singing and making videos and songs, it really means the world to me. So thank you so much, and I hope that you guys would tag along with me this year too. Thank you. はい、皆さんが多分これを見ているのは2月だと思うんですけども、今これを撮っているのは1月の頭でですね、なので新年明けて一発目の動画なんですね、私にとっては。なので遅めの皆さんと勝手に新年会ということで、今日はお酒をね飲みつつみんなからの質問に答えていきたいなと思っています。で、今日飲んでいきたいのはこちらの札幌ゴールドスター。今日はね札幌さんの提供の動画となるんですけども、新年会で友達のうちで飲んでた時にねこれがあってさ、で飲んでてめっちゃ美味しいなと思って、私すごく好きなのでめっちゃ嬉しいです。札幌ゴールドスターを今日は飲んでいきたいと思います。では早速いただきます。よし、いい音。たまりませんね。幸せなことですね。今年もこうやって美味しいお酒を飲みながら皆さんと一緒におしゃべりできるっていうのは。あと今日はですね、お酒を飲みながらやっていくということで、インスタのねストーリーでお酒に救われたエピソードとお酒でちょっとやらかしちゃったエピソードっていうのを募集したの。その中からそういうエピソードとかも紹介しつつやっていきたいと思います。質問は去年末のねクリスマスイブに私クリスマスイブライブをさせてもらったんですけど、その時にねこういう質問票を皆さんの席に置かせていただいていてですね、でほんとみんなたくさん書いてくれて、でライブ中にねいくつか答えたんだけど、もちろん答えきれなかったのでそれをいくつかピックアップして今日は答えられたらと思います。いただきます。うまっ。たまらんですね。なんかリニューアルされてね、過去最高売上更新中だそうで、いやだって美味しいもん。幸せです。幸せ。2023年も幸せです。ありがとうございます。さあ、じゃあ早速質問に答えていきましょうかね。一つ目の質問。グースハウス時代からたくさんハモリをされていると思いますが、主旋律以外の音を歌うときに他に持っていかれないようにと何か意識されていることはありますか？なるほどね。自分を楽器の一つだと捉えることですかね。なんだろうな、ハモリをするときは主旋とかあんまり意識せずにハーモニーを常に鳴らすことを意識して、自分は楽器だっていうね、そのハーモニーを保つ一つの楽器だというふうに思い込んで、主旋という概念を意識せずに気持ちいいじゃないですか。やっぱ3度5度とかでバチッとハモリがはまると。だから自分の気持ちいいところを探りながら歌ってったら自然と引っ張られなくなっていくんじゃないですかね。子供の頃の将来の夢は何でしたか？お花屋さんでした。じゃあここいらでちょっとエピソード。やっぱりお酒の力を少し借りて好きな人に好きって言えたとか告白できたとか、そういうコメントがめちゃくちゃ多かった。当時いい感じだった人と飲み会の後、お酒の力を少し借りて付き合うことができました。でその人とは付き合って1年と8ヶ月になります。いいねとかね、飲みすぎて電車に乗り終点まで寝過ごした。その終着駅で助けてくれた人が今の奥さんですそんなことある？大丈夫ですか？大丈夫ですか？お水飲みますか？お水飲ませて一緒にちょっとじゃあそこのベンチまで行きましょうか。ベンチまで行って、大丈夫ですか？ごめんなさい、本当にすいません。トイレ行きますか？トイレに連れてって、トイレから出てきて連絡先教えてくださいってすごいね。いろんな恋の始まり方があるね。いやそれはお酒に感謝だね。会社とかの飲み会で上司とのねお酒ネタっていうのも結構多くって、飲み会の翌日に上司が出社しなかったので心配で電話したら、すまん、この電話で起きた、今ドブにはまってると言われましたとか本当か上司、それすごい状況だよね
道行く人に起こされるでしょ普通ね。まあ無事でよかったですね。ユーモアのある面白い上司でいいね。じゃあ次質問いこうかな。何を一番の自分の軸考えとしてこれまでの道挑戦を選択されてきましたか？私は人のせいにしない、後になって人のせいにしてしまわないかどうかっていうことを軸にして選択するようにしてる。誰かのせいで何かを始められなかったとか、誰かのせいで何かをやめられなかったとかだと、後々やっぱりさ、あの時にあの人がああじゃなかったら自分はもっとこうだったかもしれないのにとかって思っちゃうじゃない。それって結局後悔につながることじゃん。だから言い方を変えれば、どんな決断も自分のせいにできるように自分で決めるっていうことを軸にして考えてます。自信を持つことができず、自分が決めたことなのに迷ってイライラしたり不安でいっぱいになることがあります。けいちゃんはどうやって自分の機嫌を取りつつ、時に厳しく自分を甘やかしますか？難しいな。いやー、不安でどうなるんだろう、これでいいのかなっていうのは当たり前の自然なことだよね。だって決まりきってる未来なんてないわけだから、生きてるなって感じがするけど、私は本当にいい意味でも悪い意味でも楽観主義者だと思うんだよね。もしそれで頑張ってみてダメだったら、もうそれで全てが終わりだ、終わったとは多分思わないかな。きっとまた違う道を探るだろうし、きっとそこからまた新しい何かが開いていくんだと思うかな。ゴールドスターにナチョスめっちゃ合うわ。じゃあエピソード紹介していこうかな。自分が LGBT 当事者であることを友人にカミングアウトできて、今は認めてくれて過ごしやすくなった。親友の命日にそいつが好きだったハイボールをみんなで飲む。苦手なハイボールがその日は特別な味。普段なかなか腹割って話せない父ですが、お酒の力を借りれば熱い話ができます。小6の時に喧嘩をして離れ離れになった友達と10年ぶりに居酒屋で再会、乾杯だけで仲直りできましたとか、人生で初めて喧嘩した親友と卒業以来話せてなくて同窓会でお酒飲んだ勢いで仲直りできました、今も親友ですとか、なかなかごめんねとかも言えないけど、お酒飲んでたらいやもういいよ全部水に流そうみたいな、そういうちょっとおおらかな気持ちになったりするのかね。お偉いさんとの懇親会とその後の家内の打ち上げで気遣いを出し切り、解散後に糸が切れて号泣してしまった私を見た先輩が翌日上司に話をつけ、一緒に休みを取りドライブに連れ出してくれた。海ほたるで食べたソフトクリームは人生最上だった。ソフトクリームとお酒は誰と共有するかが大切。なんていい話なんだ。小説みたいじゃないか。これは忘れないだろうね。やっぱそういうね、素敵な上司さんのもとで働いてたらいい仕事ができるだろうし、酔っ払って絡んできた隣の席にいた人と K さんの話で意気投合し、今でもめっちゃ仲良しです。すごくないすごいね。なんか嬉しいんだけど、私もその場にいたかった。いいな。周りに煽られて元彼にケツバットしたら止まらなくなって泣きながら無限にケツバットめっちゃ面白いんだけどこれ。なんか辛いことがあったんだろうな。元彼なんかやったんでしょう。これ元彼ね。このバットがねプラスチック製だったりスポンジ製だったことを祈るのみですね。元カノと飲んでて2軒目で自分の家行こうとしたら、今カノが家にいて彼女と元カノが修羅場っていうか、これさお酒関係なくないこれお酒のせいじゃないでしょ、あなたのせいでしょって思いますけど、アウト要素結構 3,4 個あるよこの中で。まず元カノと差しで飲んでるっていうこと自体ちょっと、一般的にはアウトじゃないですか。下心があったんじゃないですか。で2軒目で自分家に行く、これはもう完全にアウトですね。下心なく自分家に2軒目で行かないですね。しかも元カノとね、わかんないですけどね、本当に何もなく今はとっても仲良しな関係なのかもしれないけど、で最後極めつけが、その元カノを連れて行った家に今カノがいる状況を作っていたあなた、もう100歩譲ってだよ。いやもう1万歩100万歩譲ってどっちも傷つけずに終わるならいいけど、これどっちも傷つけてるからね。今の彼女が絶対に家に来れないような状況で、絶対にバレないような状況を作った上で2軒目自分家に連れてくるなら100万歩譲ってあるとして、
今カノが家に来れる状態で元カノ連れてきちゃダメでしょ。これはお酒のせいとかお酒関係ないです。もうお酒なくてもこうなってたと思いますね。修羅場だねこれはね。どうなったのかめっちゃ気になる。今あなたは幸せですか？会社の忘年会で普段会えない先輩とお酒の勢いでデートの約束したけど社内用の連絡先しかない。すごいね。お酒の勢いでデートの約束したのめっちゃキュンとするやん。それは社内用の連絡先に連絡しちゃうと他の社員の方にもそれが見られちゃうってこと？それはダメだよね。ちょっと気まずいもんね。ちょっとこれの対応策、会社に勤められている方でこんな打開策ありますよっていうのがあったら皆さんコメントにぜひアドバイスを。うまっ。これはみんな飲まないともったいないわという感じでね。いやすごいめちゃめちゃたくさん来てさ、お酒エピソードもっといっぱいあったの。動画内では言えないようなエピソードとかももちろんたくさんあるんだけど、みんなありがとう。エピソード寄せてくれて、そしてねこの質問もありがとうございました。いやーなんかお酒飲みながらみんなのエピソードとか読んでたら曲を作りたくなってきてしまったんですけど、どうしようかな。みんなの言葉とかいろいろいいワード出てたよね。だってさ曲作りたいな。どうしようかな。新年からせっかくこんないい気分になってるから曲にしないともったいない気もしてきた。曲書いちゃおうかな。書いちゃうか。できれば今日出てきた言葉とかを使いながら曲できたら嬉しいな。ちょっとやってみますかね。作ってみます。レッツゴー。はい、こんな感じでみんなにもらったエピソードの言葉にインスピレーションもらいながら曲を作りました。作った時はピアノで作ったんだけど肩の力抜けてる方がいいかなと思ってデモはウクレレで弾きました。今流れてるのがジョニーに送ったデモのウクレレです。できました。本当に飲みながら作っちゃったよ。お酒飲みながら曲作ったの初めてかもしれない。チルな感じの曲になったんじゃないかなと思う。いやーこれちょっと形にしないともったいないよね。形にしたいなっていう気持ちになってきちゃったな。ジョニーにギターつけてもらう、ギターアレンジしてもらうとかありかな。ちょっと電話してみようかな。このね勢いでこのお酒の力を少し借りてジョニーくんに電話をして今お願いしてみようと思います。電話かけます。出るかな。もしもし。あ、もしもし。今大丈夫ですか？はいはい、大丈夫だよ。ありがとう。お疲れ。いえいえ。皆さんジョニーです。皆さん。今動画撮って。よろしくお願いします。ジョニーです。ということで受けていただけるということでよろしいでしょうか？私でいいんですか？よろしくお願いします。ありがとう。やったー。やらせていただきます。やったー。お酒の力を借りてジョニーさんにお願いしてみたんですけど。そんな仲じゃねえだろ。いいこと言ってくれる。ということでじゃあちょっと曲を送りますので。わかりました。ありがとうございます。イエーイ。はい。イエーイ。じゃあ楽しみにしてます。ありがとうね。はーい。よろしく。はーい。じゃあね、お疲れ。じゃあね。はい、ありがとう。やったー。うわー。いや、私が全世界で最も尊敬するギタリストですよ、斉藤ジョニーさんは。嬉しい。めっちゃ嬉しいんですけど。やったー。ゴールドスターありがとう。うわー、よかった、勇気を出して。ということで今ね作った曲をこれからジョニーさんに、渡してジョニーさんにギターをつけてもらって、で形になったら、皆さんにねお届けしようと思いますので、それではまた後日お会いしましょう。ということでジョニーさん来てくれました。イエーイ。突然この間電話してめちゃぶりしましたけども、びっくりしました。ありがとう。ありがとうございます。受けてもらったんですけど、はい、ギターを今日は弾いていただいてもよろしいでしょうか？何のために来たんだ。いやというよりね、その後に乾杯したいっていうそれが目的みたいなところ。楽しみ。このさ、サビのさ、
じに行ってるんだけど、うんうんそう良さそう。いい、うん。超良くなった、それだけで。そうでしょ。そうでしょ。こうしてくれると思ってジョニーが自分じゃできないので、ここのね、このマジック。それでは札幌ゴールドスターを飲みながらみんなの質問に答えていたら、曲作りたくなっちゃって作った曲「金色の私」聴いてください。ふざけんなムカつくな泡と一緒に溢れる涙、あとは明日の私に任しちゃおう。ごめんね、好きだよ黄金の液体で飲み込んだ言葉、ダメだ今すぐあなたに伝えなきゃ、明日も明後日もそりゃできれば頑張りたいとは思ってるんです、本当に。でもタイトルにならない毎日を今日まで頑張って生きてきたから、今夜くらいは金色の星を自分にあげたいと思う。こんな素直な金色の私であなたに会えたらいいのに。乾杯。おいしいたまらんね。あうわ。いやもうね、この時間まで頑張ってる皆さん、頑張ってる人への歌です。じゃあ戻ろう。はい。たまらんね、歌った後に飲む。こんな最速で飲んだことある？ない今までないよね。ない。カメラマンのケントさんも一緒に飲もうよ。そうだよ。いいですか？そうだよ。いつもありがとう。そうだよ。乾杯しよう。いいね。すごい見せてくれてる。いただきます。乾杯。お疲れ様です。です。お疲れ様です。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もよろしく。場合には泡ですな。泡ですな。うん。たまらんでしょ。泡だな。そうです。美味しい。ダメだこの人。いや本当ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあこの後は普通に飲みましょう。飲んで。打ち上げしましょう。金色の星をあげちゃいましょう。もうね、金色の星をあげたい。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。お疲れ様でした。もし聞いてください。すごい。そういうこと？そういうことですか？あ、そうです。オッケー。それでは